作りにハマっていて、1日パン20個作るけど、その日のうちに10個食べちゃうにゃんこです。食べ過ぎ。はい。今日にゃんちゃに受けてくれたのは50代女性まちこさんです。まちこさんは以前、自分を楽しむという動画に出てくださった方で、今回2年ぶりのご出演になります。今回のまちこさんへのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。やっぱりスキルを何割にしていいのかなって思う時もあるんですよね。なんかどっかでやっぱ料金発生してやることなのかなって思う時もあるんですよ、私の中でね。別に何か目に見えてそれをカードセッションしてお金が取れるとかね、そういうもんでもないし、私の生き方の中にそういうものが組み込まれてるような感じにはなってきてるんで、それをわざわざそういうものにする必要性はどっかにあるのかなとか。そもそもスピのセッションとか講座とかはしたいんですか？別に宣伝してるわけじゃないですよ。今方やった方がリピーターでやってもらっていいですかっていう人がいて、そういう風にしたことあるんですけど、別に常に看板上げてるわけじゃなくて、そこのところがすごく、どうなんだろうなって思ってます。でも日頃体験してますもんね。お友達の話聞いたりとか、気持ち受け止めたりとか、その生き方そのものに反映されてるやろうし。そうなんですよね。やっぱり一貫性を自分が持っていきたいというのが私の中にあるので。それが本来あるべき姿ですよね。学んだことをちゃんと自分が使うというか、そういう風に生きるっていうのが、結果、もっと友達のちょっと困ったところを大きく見れたりとか、そういったことができるから、でもただ、それを看板掲げて、料金取って、セッションしますよ、お話聞きますよ、とかになってもいいのかどうかみたいな。そうですね。それはやりたいかどうかじゃないですか？そうなんですよね。要は、そこだけで勝負するだけの私の価値づけが自分の中にないかもしれません。自信として。どこかにそういうものがあるのかもしれない。スピをなりわいにしてもいいのか。今のままでスピリチュアル的な生き方をしてて、そんな感じでいいのか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プールです。プールで、まちこさんが泳いでるみたい。横から見てるんですけど、クロールしてはります。真剣に泳いではるし、気持ちいいと思いながら泳いでて、今またターンしたんですけど、ターンもプロみたいな、くるってするターンですね。真剣やけど、気持ちよさも感じながらやってます。楽しみながらやってるみたいな感じです。今、プールのコースの真ん中なんですけど、立って、気持ちいいわって、これはいいわみたいな感じ。これこそ人生やわみたいな。謳歌してる感じかな。謳歌してるって感じ。で、今、市民プールみたいな感じなんですけど、プールサイドで歩いてる人もいれば、おしゃべりしてる人もいれば、ちょっと泳ぎが下手で、なんか溺れてんのか泳いでんのかよくわからへんみたいな人もいれば、いろんな人がいるみたい。それがこの世界。で、その中で自分は自分なりのスピードとか、気持ちいいなって感じるとか、いろんな人を受容してるみたい。いろんな人とか、いろんな状況とかを受容してるみたい。今ね、なんか知らんけど、コースの真ん中で立ったんですよ。普通やったらコースの端っこで立つと思うんですけど、コースの真ん中で立って、で、後ろからまた違う人が泳いできて、ごめんなさいって言って避けたんですけど、だからそれも OK みたい。世間のルールにとらわれなくていいっていうか、コースの真ん中で立ってもいいってこと。コースの真ん中で立つっていうのは、結構いろんなことを自分に許可してないとできないことで、端っこまで泳がないと、立ってはいけないっていう暗黙のルールみたいなのがあったりするじゃないですか、人って。そういうのがないみたいな感じ。途中立ち止まってもいいじゃんみたいな。ただ、人の迷惑になるのはダメなので、避けますけどね、みたいな感じで、とらわれるルールがあんまりないみたい。で、それをちゃんと自分に許可もできてる。この途中で立ち止まるっていうことが、自分がダメっていう印じゃないっていうことが、ちゃんと頭の中にあるって感じ。で、今、上を向いてプカーっと浮きました。泳がなくてもいいらしい。綺麗なフォームですごく早くプロの選手みたいに泳げるのに、泳がなくてもいいっていうのも知ってるみたい。で、みんなもプカーってプールの上に浮かんでるんですけど、みんなもこうすればいいのにね。それはそれで人だからいっかみたいな感じで、それもいいみたい。
ずっと泳いでるのもしんどいしね。そんなに頑張って泳がなくてもいいじゃん。こういう時間があってもいいじゃん。気持ちいいわみたいな感じでポカーっと泳いでる。でも、その一生懸命泳いではる人も、立ち止まらない人とか立ち止まれない人とかも許容してる感じ。それはそれでいい。だっていろんな人があっていいんやから。自分は今、くつろぐけどね、みたいな感じ。立ち止まれない人っているんですよね、世の中に。立ち止まれない人は、大変そうだなって。自分もそういう時あったなって。自分もそういう時あったし、そういう時があったからこそ、今立ち止まれてる自分がいるわけやから、この立ち止まれない人は、本人はしんどいと思ってないかもしれへんけども、しんどい状態なんですよ。その人の人生から言ったら。でも、それもいいよねって。その時間は必要だよね、人ってねって思ってる感じかな。で、今、不思議とシンクロナイドスイミングみたいな感じでくるーって回って、自分はさてどうすっかなって思ってるみたい。今、この状況が、いろんなことが分かってる状況なんです。すっごい頑張ってる、立ち止まれない人もいれば、頑張ってやりたいっていう人もいれば、泳ぐのもちょっと苦手なと思ってる人もいれば、みたいな感じで、いろんな状況がそのままでいい。不正解っていうのがないっていうね。全部正解っていう意味。全部それでいい。どの状態も大事なんやから、それでいいんだよっていう分かってるこの状態で、自分はさあどうすっかなって、どういう風に自分を泳ぎたいんかなっていう風に今思ってる。で、今向こうに講師の人がいらっしゃって、多分スピリチュアルの講座とかしてはる人なんですけど、その人が生徒さんにこうやって泳ぐんですよ、みたいな感じで教えてはる。で、それもいいかなっていう風に思ってる。でも、今、プールを見渡して、水とか人の声とかが響く、この大きな空間にいて、自分の好きなように自分の好きなものを食べて自分の興味のあることをして子供とも触れ合って好きなお友達と喋るとかこの普通に生活するっていうのが今マチュクさんだったらプカーって浮くことなんですけどそれをただするっていうのも満足してるわけだからこれもいいかなって思って。でもプールの右端になんかブラックホールみたいなのがあってそこが気になるみたい。もしかしたら、ここを見るときなのかもって。でも、ちょっと怖い。だって、今、ぷかっと浮いてるの楽しいし、スピリチュアルの講座やってる人がって、その人は楽しいわけやから、それもやってみようかなって思ってたわけやから、それも楽しいわけです。で、それから比べると、この右に見えるブラックホール、黒と紫がこう渦になってぐる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 してるブラックホールあるんですけど、そこに行くのは怖いわけじゃないですか。だから、本当は嫌。でも、こうやって、今このチャネリングって、言うたら、上の方のメッセージですよっていう風に言われてるわけやから、心づもりしながら聞くわけやから、そうやって言われたら仕方ないよなって思って、じゃあ行きますかみたいな感じで、重い腰を上げていくみたいな感じで、そこから逃げるっていうことはまずしないから、ちょっと気乗りはしませんけども、でも、さっき言ってたみたいに、それを逃げずに見ることこそが、スピリチュアルな生き方だから、しかもこんな神様からのメッセージって言われてるわけやから、行かないとしょうがないですよね、みたいな感じで、行きますかみたいな感じで、行きます。行きましたね。でも、怖いなと思って入ってった先にお花畑があって、今、周りはブラックホールの黒い輪っかがあって、中が普通のお花畑みたいな感じです。斜め空に座ってて、ハロウィンが近いからか知らないですけど、アリスみたいな、子供が着るような、エプロンかかってるようなスカートかな。現実離れしてるみたいな感じの服を着てます。なんかハロウィンの仮装みたいな感じ。で、見たくないのかって言ってる。自分の幼少期のこと自分の幼少期に戻るのが嫌みたい。抵抗してるんですよ。服は子供用やのに、着てるのは今のまちこさんなんです。だからちょっとちぐはぐな。子供の頃に戻ってるわけでもなく、抵抗があるみたい。なんかね、子供のままでいていいんだよっていうことを言いたいみたい。マリコさんってすごい苦労してきたじゃないですか。で、そして自分にもとても厳しいじゃないですか。いい意味でですよ。いい意味で自分を律しながら生きてきたんです。
だから、いろんな人の状況を聞いても、あ、この人はこうだから、あ、こういう辛い面があったんだなって思えるまちこさんになってると思うんですけど、それを取っ払ってもっと無邪気でいていいっていうことを言いたいんやと思う。うちは父が体が悪くなって働けなくなって家が傾いてったんですけど、もうある程度大きかったんですけどね、親戚のおばさんとかに、親があんなんなのによく普通に育ったよねみたいな感じで言われた言葉があった時に、すごく腹立って、絶対まともに育ってるじゃないか、どっかそういうのも、ふと今思ったりもして、人としてちゃんとしないといけないっていう、そう思いましたね。そういう意味、その嫌なこと言ってきた人を見返してるんじゃなくて、そういうことをしないようなちゃんとした家になるっていう意味、っていう志のもと大人になってきて、本当にその通りになってらっしゃると思うんですけど、今言いたいのは、そう言ってきた人たちも許す。で、結果自分が頑張ってきたっていう自分ももちろん許容する。その上で無邪気でありなさいってこと。子供のように。なんていうの？枠っていうんですか？自分へのこうしなければならないみたいな、もうそこまでは思ってはれへんかもしれへんけど、こうありたいとかね、人に優しくありたいとか、人を攻撃するような人間にはなりたくないとか、そういった縛りみたいなのがあるみたい。でもそれはね、今まではいいことだったと思います。それは全然。人に言われて自分が嫌な思いしたから、そういうことは人には言わないような人間になるんだろう。っていうので生きてきはったと思うんですけど、子供のような無邪気さになる。でも、大人として、人として、立派でありたいっていうの象徴が今のこの大人の外見やのに子供の服着てるっていう、これみたい。でも、本当に行き着く先っていうのはスピリチュアルの。そういうのも全部取っ払って、子供のような素直さというか、無邪気さっていうか、枷がないって意味です。枠がない、制限がないって意味です。を取っ払って、あ、本当にいいんだなって思えるところが、行き着く先っていうか、目指してるところらしくて、その葛藤が今あるみたいです。文句をめっちゃ言うわけでもなく、人に傷つくようなことを言うわけでもなくみたいな、ちゃんとした人間でありたいっていうのは、まだ傷がある状態やから、それが出てくるわけであって。あ、これに裏打ちされた思いがあるってことですもんね。その思いがまだ残ってるってこと。その結果、自分は立派でありたい。そういう人間にはならないぞ。みたいな感じで生きてきた。けど、それさえも取っ払って、本当に何にも考えないみたいな。子供って何も考えてないじゃないですか。立派でありたいとか思えへんし、はははははみたいな。ただ楽しいことやって笑ってるみたいな感じになる状態がもう一段階あるみたい。でも、そこに行くのがなんか知らんけど怖いみたい。それが他人のことを思わないとか、思いやりが欠けてるとか、自己中であるとか、他人のことも何にも思わずに自分で生きたいように生きるっていうのがよく思えない。その結果、自分が絶対なりたくないと思ってたような人に傷つくようなことを言ってしまう人とか、自分の承認欲求だけ満たしてくださいみたいな、周りに迷惑になるようなことになってしまうんじゃないかなっていうのがちょっと怖いみたい。だからちょっとそこでは相反してるんですよ。自分のなりたくない像と自分のなりたい像が一緒くたになってるように見えてしまって。だからそれができない。人に迷惑かけるの嫌ですしね。そうですね。特に。人にされた分ね。そういった人間にはなりたくないっていうよりは、人にそういうことをしたくないってこと。自分がされたことをね。そういったのが強くあるっていう感じかな。でもそこを外さないと、本当の素の自分のとこに行けないって感じかな。そうですね。14から23、この間って結構きつかったんですよね。そこに自分がやっぱり言えてない自分がやっぱりいっぱいあるかなーっていう。私結構苦労なしで好きには大きくしてもらったとこがあって、だから、効果が一番人として楽しく謳歌してやれる時をそうでなく生きてきた部分が大きい。多分そういう自分もいるのかもしれません。自分の魂に傷がついて、結果、例えば承認欲求が強くなったり、人に攻撃的になったり、結果そうやって出ていくじゃないですか。でも、それだけじゃなくて、もっと人として素晴らしくありたい。っていうのも、そのうちの一つみたい。根底に人から言われた傷ついたことが元となってるっていうこと。これに気づくっていうことと、それさえも許せた時に、ありのままの自分が許容できるってこと。でそこに行った
に初めて、あ、自分って自分でいいんだな。ほんま究極、もっと学ぶ。もっといい人間になる。もっと冷静高くするとか、そういった考えも今ない状態なんですけど、そこになるってことは、そういったのを許容した時に初めて輝くっていう感じ。その時に初めて自分がやりたいことが見えてくるってこと。何をして自分って楽しいのかなって。で、その結果、それ教えてよっていう人が出てくるっていうのが、それが結果なんです。それがスピリチュアルの講座の人もいれば、例えばピアノやってて、その人がピアノ楽しいんやったらピアノを人に教えるとか、ただ弾くとか、弾いてくれる人が出てくるとか、そういった状態なんですけど、だから自分が自分であるということをもっと根底から許可しないといけないということです。ありがとうございました。まだまだ途中なんだなって。そうですね。まだまだ癒しきれない自分がいたな。癒してきたなとか、自己解決してきたかなって部分もあるけど、でも本当には多分そうじゃなかったのかもしれませんね。多分、すごいコアなとこですね、やっぱり。いやっぱりいっぱい自分を癒す時間たくさん取りたいなって思いましたし、辛かった自分をこうやっぱ認めきれてないとこがあるかもしれませんね。なんかね、その言われた時に、まあ嫌じゃないですか。嫌でしたね、やっぱりね。なんでこんな大変な時にそんな言ってくるのっていう光みたいなのも許容するっていうね。そんなん当たり前じゃないですか、そうやって思うの。それを感じるってことは自分が足りてないっていうか、もっと人間大きかったら、受け流せるっていうか、また言ってんな、言えるようになりたい。こうやって腹立つ自分はまだまだなんだな。でも、それも許可するんです。究極的な部分で。こういうのも外せってことですね。子供みたいに怒ることも泣くことも喜ぶことも笑うことも全部そのままでいいっていう意味らしい。怒ってる自分がダメとか泣いてる自分が弱いとか思わなくていい。子供と一緒みたいな。子供ってそんな思わない。そうですよ。自分が反応したその感情に反応してるだけだからね。そう。それです。それでいいっていうことです。なんだそれ。そうなの。そこまで言ってこそ何にもないみたいな感じ。そこまで自分に許可してこそ傷がないっていう意味。ポールの具合見ても十分自由にしてはるなと思います。他人も自由できてるし、自分も自由できてるし、ただもう一段階ありますよってこと。もっともっと無垢になるためにはもう一個あるよっていうことを言いたいんかなって思います。その先にスピリチュアルでやるか何がしたいかみたいなのが出てくるっていうこと。ありがとうございます。そっか。先は長いし。そうですね。ぼちぼち。見ましょうか。ぼちぼち頑張ります。はい。絶対私にものメッセージだと思います。はい。今日は短めサクサクのチャネリングでした。無垢で無邪気な子供のような魂になる。ほんま、にゃんこへのメッセージでもあるなーって思ったわ。毎回お話聞くと自分と全然状況違うなーって思うんやけど、メッセージってどこかしら自分にも当てはまってるからほんま不思議やわ。さあ、無邪気な魂になるべく今年のハロウィンの仮装を本気で頑張ろうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。